こんにちは、ポンズです。今日ご紹介する本は、コンテナ物語世界を変えたのは箱の発明だったで、著者はマルク・レビンソンさんです。今回の本は、私たちの暮らしの裏側を大きく変えてきた海上コンテナの歴史を紐解く内容になっています。実は私自身、この本を読むまで箱と聞いてもあまりピンときていなかったんですけれど、読んでみたら、この箱があったからこそ、今のグローバルな輸送網があるんだなぁと、ガラッと考えが変わりました。これを知ると、ビジネスの仕組みを改めて理解できるだけじゃなくて、いろんな産業のリノベーションがどう生まれてくるかも見えてくるので、とにかくすごく勉強になります。ぜひ最後まで聞いていってくださいね。では始めます。まず、この本の著者マルク・レビンソンさんは、経済ジャーナリストとして長年活躍してきた方なんです。経済と社会の動向を読み解くのが得意で、特に物流や海運、そしてグローバル経済がどのようにつながっていくかを丹念に取材されてきたそうです。このコンテナ物語では、その象徴ともいえる海上コンテナが誕生していくプロセスと、そこからどう世界が変わったのかを豊富なエピソードとデータで示してくれます。ここで一度、この本のテーマをまとめておくと、コンテナが登場したことで、世界の生産から消費までの構造が大幅に変わり、人や物の流れ方までガラリと様変わりしたということです。その背景には、マルコム・マクリーンというトラック運転手上がりの起業家がいて、彼が箱による低コスト輸送を実現したのが大きな始まりだったんですね。この物語は単に輸送手段の変化にとどまらず、結果としてグローバル経済の膨張や地方の工場の立地戦略、さらには港を中心とした都市のありようにまで影響を及ぼしたという壮大なストーリーです。ではここからポイントをいくつかに分けてお話しします。今日は全部で5つのポイントを用意しました。1、コンテナの誕生背景。2、革命的なコスト削減。3、世界経済へのインパクト。4、公安や労働者の行方。5、これがもたらすビジネス的示唆。それぞれ詳しくお話ししていきますね。1、コンテナの誕生背景。これは本書の前半で丁寧に解説される部分ですが、そもそも戦後間もない頃まで港での積み下ろしには膨大な人と時間がかかっていたんです。例えば段ボール箱や袋、樽や木箱をいちいち人力で船のハッチから下ろしたり積み込んだりしていた。こうした作業は沖中市と呼ばれる港湾労働者の皆さんが担っていたわけですが、彼らにかかるコストがものすごく高いし、しかも作業効率の悪さが船の停泊費用にも跳ね返って、輸送コスト全体が跳ね上がる原因になっていたんですね。それを一気に解決したのが、トレーラーごと線に乗せてしまうというマルコム・マクリーンの発想でした。コンテナ化の革命は、輸送の主役は船じゃなくて貨物の方なんだという視点に立ったのが決定打になった、と著者は繰り返し強調しています。2、革命的なコスト削減。従来の港湾作業がどれほど非効率だったかは、この本を読むと改めて痛感します。何しろ船が港に滞在している間にも、港の使用料や労働者の賃金などたくさんのお金がかかりますから、それだけでも大きな負担。さらに積み下ろしに時間がかかるので、貨物が最終目的地に届くまでには何日もかかる。全体としての輸送コストをものすごく押し上げていたわけです。そこにシンプルな箱の導入です。箱を一つずつクレーンでさっと積み下ろしできれば、作業時間も格段に短くなりますし、中身に触れる人が減るから盗難や破損も減る。荷崩れリスクも小さいので保険料も下がる。こういう様々な要因が複合的に絡み合って、結果的に全世界で統一された規格の箱という仕組みが凄まじいコスト削減をもたらしたというわけなんです。3、世界経済へのインパクト。コンテナが普及したことで、例えばアジアからアメリカやヨーロッパの都市まで大量のものを安く素早く運べるようになります。すると、遠方の生産拠点を選ぶハードルが一気に下がりますよね。例えば中国や東南アジアの工場で生産したものをアメリカ本土まで送るとしても、輸送費の負担が劇的に軽くなるわけです。こうして企業は人件費の安い地域に工場を移しやすくなり、
生産のグローバル化が一段とスピードアップすることになります。地方の工場は港から離れた地域でも安い労働力と土地を求めて拡散し、逆に古くからの港町はコンテナに対応できなければ衰退してしまう。貿易額が急拡大した背景には、デジタル通信やインターネットだけではなく、安い貨物輸送の存在が大きかったんですね。著者はこの視点を示すことで、グローバリゼーションの進行には安価な船舶輸送が必須だったんだよ、と改めて教えてくれます。4、港湾や労働者の行方。実は本書でかなり多くのページを割いているのが、港湾労働者の歴史とその変化です。以前はニューヨーク港とかリバプール港といった大都市の港が栄えていましたが、コンテナ対応の新しい港が郊外に作られたり、あるいは全く別の都市が巨大なコンテナターミナルを整備したりすると、古いスタイルの港は急激に仕事がなくなっていくんですね。さらに、沖縄市のような人力中心の作業員は数が激減し、一部の高技能オペレーターや技術スタッフが残るだけになる。本書では、ニューヨーク港で膨大な失業問題が起きた話とか、サンフランシスコでは地元の港湾作業がオークランドに移ってしまった話など、具体例がたくさん出てきます。一方で、港湾労働組合はストライキや交渉を通じて、コンピュータ制御の荷役施設は仕事を奪うと反発したりする。そこから生産性アップと社会コストのせめぎ合いがどう調整されたかが描かれていて、人事労務の観点でも学びどころが多いですね。5、これがもたらすビジネス的示唆。私がこの本を読んでとても印象的だったのは、単なる道具の発明だけで歴史が動いたわけではないというところなんです。本当に大きな変化を引き起こすには、新しい発想を具体化してお金を集めて事業にする人が必要だし、さらに業界全体の規制とか国際的な標準化とか、そういう仕組みを大きく変えていくセッションも必要になります。著者はこのシステムとしての改革こそが肝心だと言っています。つまり、ただコンテナのサイズを決めて終わりじゃなくて、トラックや鉄道や港湾設備や海運会社、国際的なルール作りが総合的に整備されたから、あの小さな箱が世界を動かすようになったわけですね。こうした事例は他のビジネスにも大いに応用できると思いました。例えば新しいテクノロジーが出てきても、それがいかに既存の制度や業界の慣習を変えられるかが勝負になる場面ってすごく多いですよね。そこから単発の技術革新より仕組み全体を作り変える能力が重要なんだな、と強く感じたんです。ここで私の感想も少し。実は私、この本を読んでからネット通販で買い物するときに、この商品はどんな航路を通ってきたのかなと思いを馳せるようになったんです。多分どこかの港から船に乗せられ、クレーンであっという間にコンテナの積み下ろしがされて、何日かで別の国まで行ってる。私が子供の頃は、海外で作ったものを簡単に手に入れるなんてちょっと特別なことだったのに、今は当たり前。特にスマホやパソコン、家電といった工業製品は、世界各地をグローバルに回りながら組み立てられていて、その背後ではコンテナがフル稼働しているわけですよね。だから、この箱のおかげで、私の生活って安くて便利になっているんだな、と、ほんと感謝したくなります。あともう一つ感じたのは、私たちが便利になっているその裏で、古い産業が消えたり、港が錆びれていった地域もあるんだな、ということです。それまでニューヨークのど真ん中にあった埠頭があっという間にお払い箱になり、代わりにニューアークのコンテナターミナルが急成長したみたいに、大きな変化の波は誰も止められない。それによって雇用が失われる場面もあれば、新しい仕事や港が栄える場面もある。例えば、デンマークのマースクが世界有数の海運企業へと急成長したり、中国の深センや上海が一気に国際貿易港として伸びたり、そう考えるとビジネスで勝ち続けるには、旧来の慣習に固執するだけじゃ危ういし、チャンスが来たら一気に飛び込む柔軟さが必要だと痛感しますよね。ここからは、この書籍を読んで得られるメリットをまとめてみたいと思います。1、世界経済の成り立ちを理解することで視野が広がる。私たちは普段ネットで注文すれば翌日には品物が届くのが普通になっていますが、その裏側では
想像を絶するほどの効率的な箱の網が整備されているんです。ビジネスで海外展開を考えるときはもちろん、国内のマーケティング戦略を考えるときにも、コンテナ化がどう国内産業を変えたかを知っておくのは大きなアドバンテージになると思います。2、イノベーションを成功させるには、テクノロジーだけじゃ足りないとわかる。コンテナそのものは昔からあったのに、それが世界を一変させる革命にならなかった時代も長く続きました。最終的にブレイクスルーが起こるまでには、マルコム・マクリーンのように既存の規制をかいくぐり資金を集め、積極的に施策をして証明し、国際標準化に乗り出していく過程が欠かせなかった。これはどんな業界にも通じることじゃないでしょうか。3、コスト削減や業務効率化の限界突破を考えるヒントになる。二役作業という非常にアナログで人手集約的な現場が徹底した設計と効率化によって大変身を遂げていったわけです。他社は現場の労働者が抵抗したり、企業同士がカルテルを作って新技術の導入を阻んだりするいろんな苦労を紹介してくれます。そこには抵抗勢力をどう納得させ、実績を示して巻き込むかのリアルな知恵がぎっしり詰まっていて、読んでいて私は何度もうなずいてしまいました。ただ、一方で注意すべき点もあると思います。例えば、コンテナ革命は、どこまでもコストを下げていこうという流れを加速させました。それは製品価格が下がるし、私たち消費者にとっては大歓迎なんですけれど、働く現場が遠方に移ってしまう地域、雇用が消える地域も当然出てきます。本書では、港湾労働者の大規模ストライキとか、関税やセキュリティの問題にどう対応してきたのかといった事例も紹介されています。読むと、新技術の普及って単純に万々歳じゃなくて、既存の仕事や生活を根本から揺るがす面もあるんだな、という現実を見せつけられます。ビジネスをやる上でも、こうした社会コストの大きさを踏まえて行動する必要があるんだと考えさせられますよね。また、他の類書との比較で言うと、コンテナや物流を扱う本は多数ありますが、ここまで海運の歴史や港湾の労働条件、政府の政策、企業間の競合を一挙にカバーしているのは割と珍しいと思います。特に海運のカルテル同盟や法的規制を突破していったマクリーンのストーリーはドラマみたいに面白いですし、企業経営の視点でも学べるところが多々ある。唯一専門用語の多い章があって、航路や港湾の名前、日時、ストライキの経緯などが大量に出てくるので、そこだけちょっと読み飛ばしそうになります。ただ、全体としてはとても読みやすく、しかも私たちの生活へどう影響しているかを実感しながら読めるのがすごくいいなと思いました。では、今日のお話をまとめておきますね。まずポイント1、コンテナの誕生背景として、戦後の非効率な荷役から革命が始まった話。ポイント2、革命的なコスト削減でグローバル化が進んだこと。ポイント3、その結果として世界経済や物の流れ方に大きなインパクトが起きたこと。ポイント4、公安や労働者は厳しい変化に直面し、勝ち組と負け組がはっきりしたこと。ポイント5、ビジネス的視点から見ると、新技術は単体ではなくシステム全体を変革する必要があり、それが成功の鍵になるということでした。どれも今のビジネスにすぐ役立つ知恵だと思います。もしこの本を読んでみようかなと思った方がいらっしゃったら、ぜひ手に取ってみてください。読むと世界のものの動き方を見る目がかなり変わってくると思います。私も最初は箱の歴史なんて地味そうって思っていたんですけど、読んでみると意外にもドラマチックで経営戦略やイノベーションの本質が詰まっているなぁと感じました。この知識はきっと皆さんのビジネスや日々の働き方にも役立つんじゃないかなと思います。最後になりますが、今後もグローバルサプライチェーンの変化はますます加速するはずです。自動化された港やドローンを使った輸送、人材不足と賃金の動向、新たな貿易協定がどう影響するか、こういう流れを読み解くためにも、コンテナ革命の基礎を頭に入れておくのは損になりません。歴史を知ると未来が見えてくるとよく言いますが、それがすごくはっきりわかるのが、このコンテナ物語だと私は思っています。皆さんもぜひ読んでみて、感想をシェアしていただけたら嬉しいです。ということで、今回は
コンテナ物語、世界を変えたのは過去の発明だったをご紹介しました。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。